はいどうも。今回はイギリスのプラモメーカーエアフィックスより発売しておりますスピットファイアという戦闘機を作ります。72分の1スケールと小さいですが、英国兵器の魅力が詰まった名キットです。筆塗りでウェザリングまできっちり仕上げたいと思います。よろしくお願いします。まずは航空機プラモの基本コクピットから作ります。ほんと小さいですが、ケーキ板にもびっしり細かいモールドが形成されていて見栄えします。ただ座席にシートベルトがありませんでしたので作りました。今回は使いませんでしたが、パイロットがついているので表現が省略されたのかな。細いテープを貼っただけで金具とかもつけたかったけど、どうせほとんど見えないから手抜きました。資料を見てて後で気づいたんですが、シートベルトの付き方がこういう感じじゃないんですよね。座席の後ろからではなくて、もっと後ろの方から伸びてきてるんですよね。まあ、いいか。はい、ではコクピットができましたので、素組みしていきます。
薄組完成。光を当てすぎてめっちゃ飛んでて見えないですが、しっかり全体にモールドがあります。小さいけど、素組みの状態で普通にかっこいいです。塗装に入る前に表面処理をします。合わせ目を消したり、バテで埋めたりします。で、かすれて消えてしまった合わせ目付近のモールドを描き直します。と同時に、全モールドの溝をなぞって彫り直しました。いくつか筆塗りで飛行機を作ってきて、もうどう頑張ってもモールドが潰しちゃうと諦めたので、めんどくさがらずに彫り直します。ほんのちょっと溝が深くなるだけですが、かなりマシになりました。この辺りの部分は、溝が結構浅かったので、これをやらずに塗ると確実に潰れてると思います。やってる時は、めんどくさって一瞬思いましたが、塗る時に気兼ねなく塗れてノンストレスでした。今まで確実に消えてた、この辺りの秒も、ちょんと手を打つだけで消えなかったです。こんな感じにガビガビになって失敗した部分も流し込み接着剤でなぞると表皮が少し溶けてめっちゃ綺麗になります。小さいキャノピーもちゃんとマスキングしました。塗装に入りましょう。スピットファイアはイギリスの戦闘機ですが、このキットで再現できるのはアメリカ空軍仕様と南アフリカ空軍仕様のデカールやパーツが入っています。今回は南アフリカ空軍の仕様で作っていきます。まずは迷彩のパターンを鉛筆で直接描きます。そういえば今回初めて迷彩で飛行機を塗りました。こんなやり方でいけるかと不安でしたが、別段問題なく進められました。で、塗っていきます。今回の色は砂漠迷彩で、黄色系と茶色系の迷彩です。説明書に色指定があるのですが、全部英語だし、どの塗料の話か全くわからなかったので、持ってる色で塗りました。イメージより色が濃くなってしまいましたが、まあそれっぽいしよしとします。
表はこんなもんですかね。濃い塗りやすい色だったので、4度塗りぐらいで綺麗に発色してくれました。裏はグレー一色です。尾翼の先端が赤かったり、プロペラの先端が黄色かったりするので、マスキングして塗り分けます。次は、飛行機作ってて一番集中する時間でカール張りです。失敗しまくりましたが、どうせ後で汚してあるのかないのかわかんなくなるので、気にせず進めました。失敗。はい、失敗。失敗。はい、失敗。失敗は
少ない方かな。素直に諦めるか、ウェザリングでごまかします。さて、では本題のウェザリングに入ります。まずは、スポンジでチッピングして、塗装ハゲを作っていきます。デカールから汚していきます。次は本体をチッピングします。最初に、本体の色に白を混ぜて薄い色を作って、それをポンポンします。風化して変色したっぽくなります。塗装が剥げるのは主に角なので、角を重点的にポンポンします。その後、上からさらに銀色をポンポンして、下地まで剥げちゃった場所を作ります。コクピットの足元あたりは、乗り込む時に土足で踏むので、めっちゃ剥げてます。あとは、スポンジでつけにくい平面のパネルなんかの塗装ハゲを手で描きます。ボロボロだ。途中までは良かったけど、最終的に今回もやりすぎました。最後にウォッシングしていきます。普段この作業は茶系の塗料でしますが、本体が茶系なので、緑がかった黒でやりました。モールドに沿ってベシャベシャ塗りたくります。で、乾いたら、溶剤のついた筆で拭います。モールドに入った塗料が消えないように、表面にうっすら残った塗料がフィルターになって、真新しい塗面がくすんでくたびれるイメージで拭っていきます。そしたら次は、この辺の色を使って、ホコリやサビ、オイル漏れなんかを描いていきます。
こんなもんかな。最後の仕上げをして完成させます。まあいいでしょう。うまくこしらえれたと思います。ではこれで完成。エアフィックスの模型は初めて作りましたが、72分の1と小さいスケールながら、モールドや詳細にすごくこだわりを感じました。ほんと超老舗のメーカーなんですが、初期の製品はあまり出来が良くなかったそうなのですが、最近のキットはもうすっごいです。すごく組みやすかったし、名キットにふさわしい出来で、48分の1のでかいスケールのを作りたくなりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねをいただけると、プラモばっか作ってても家族に言い訳できるのでとても助かります。それではまた次の動画で。